ただきます。さあということでいただきましょうかね。車に乗って連れてきてもらいましたピンクの教会、三輪教会。今回はベトナムの旅のお話です。タイのバンコクから成田空港へと帰る際に、ベトナムのホーチミンシティで飛行機を乗り継ぎました。その際に約8時間ほどの余裕があったので、ベトナムに入国して観光することにしました。短時間の滞在ではありましたが、ホーチミンの魅力的な観光スポットを巡ることができましたので紹介いたします。また、空港で荷物を預かってもらう場所などのちょっとしたお役立ち情報もお伝えいたします。それでは最後までゆっくりご覧ください。さあベトナム着きました。ホーチミン到着です。降ります。 Thank you。ベトナム入国できちゃいました。簡単にできちゃいました。パスポートとチケット、2枚のチケットですね。バンコクからホーチミンまでのチケットと、そしてホーチミンから成田までのチケットを見せたら、もう何も聞かれずにポンと入国できちゃいました。お金も両替してきまして、1万円分。そんなに使わないんだけれども、多分2000円とかそれぐらいあれば十分だとは思うのですけれども、1000円札がなかったんですよ。1万円札しかなかったので、まあ仕方なく両替しました。1万円分。出口を出て右の方にずっと進んでいくと、突き当たりにここバーガーキングがあるのですけれども、バーガーキングのこの右手あたり、ここにロッカールームというところがありました。ここで荷物を預けることができるようです。重たいリュックはここで預けます。とりあえず大きな荷物を預けることができました。1時間2万7000ドンで、10時間を超えると27万ドンで、もうこれが1日料金となるそうです。で、僕は7時間分お願いしましたので、16万9000ドンだけれども、なんか切り上がってて17だったかなになってました。ちなみに今の時間が14時です。飛行機の出発時間が23時20分なので、一応21時までには空港に戻ってこようと思います。もうすでにね、チケットは持っているので、カウンターに並ぶ必要はないです。もうそのまま出国手続きの方に行っちゃえばいいので、もう楽ですね。グラブでホーチミンの市内に行きたいと思っています。そこが国際線の出口で、ここに10番と書いてある柱があって、でその向かい側、この向こう側がグラブタクシーの乗り場だそうです。おー、すごい雷だ。そう、さっき10番の向かい側と言ったのですけれども、今ここが10番の向かい側のエリアなんですけれども、さらに向こう側ですね。向こうのヤシの木の下の屋根があるあそこら辺がグラブ乗り場だそうです。うわ、この雨の中突っ切っていかなくちゃいけないな、これ。なんとかグラブ乗ることができましたもうね、車待ってる間にあちこち移動して探してて、もうびしょ濡れです。さあ、この大雨の中、大瓶市場にやってまいりました。こちらもうみんなね、雨やみ待ちですかね。これ入り口のところにたくさんの人がいます。ここら辺が食べ物エリアっぽいですね。あんまり圧が強い人のところには行かないようにします。さあ、市場の中で最初のご飯はこちらのお店で食べることにします。多分この黄色い看板のやつがこれ店名だと思います。このお手拭き多分有料のやつですよね。触らないようにしておきます。で、注文品が出てきました。僕が注文したのはブンチャでいいと思います。なんかいろいろとこう食材が乗っていて、ポークだったかな。これはここになんか汁があるんですけれども、これにつけて食べるのかな、それともこれバーってかけちゃうんですかね。
なんともわからないな。食べ方がわからないぞ。日本で食べるブンチャーだとやっぱりこうつけ汁用の器ってがありますけれども、本場は違うのか。かけちゃいましょう。なんだかわからないけどかけちゃいました。これで混ぜる。ああ、混ぜ麺なんでしたっけ。なんか日本の油そばみたいな感じの混ぜて食べればいいんですかね。まあ食べ方わかんないですけれども、食べられれば OK ということでいただきます。味はうまい。お店の方のね圧が強くて、あんまり僕好きじゃないんですけれども、味は美味しい。雨が止んだので市場から出て散策に、ホーチミン市内散策に出かけます。なんか素敵な古い建物が残っているという話を聞いていますので、それを探しに行こうと思います。こちらがホーチミン人民委員会庁舎。1900年代初めに建てられたものだそうです。フレンチコロニアル様式というものとのことで、いやすごいアジアっぽさが全然ない、ヨーロッパにいるような感覚になってきますね。こちらはホーチミン歌劇場。ここもフレンチコロニアル様式の建物ということです。で今でももちろん舞台の公演などが行われているもので、なんだこれは。大丈夫かな、撮ってて。怒られないからいいか。何かのマスコミ向けのお披露目なのか。こちらがサイゴンセントラルポストオフィス、サイゴン中央郵便局ですね。ここは1891年に完成したそうです。やはりフレンチクロニカルなんでしょうね。すごいヨーロッパっぽさが、ヨーロッパの中央駅の雰囲気があるなというふうに思います。中に入ってみると撮影 OK かな。貴金属類、みんな撮ってますね。青ザイを着た店員さんがいます。ここが中心部、見事なドーム型になっています。お土産屋さんだけじゃなくて、これ現役なんですね。現役の郵便局なんだ。ちゃんとここ窓口が営業してます。手紙出してる人とかいますね。郵便局の向かい側にはカトリック大聖堂。こちらは1880年代に作られたそうです。フランス製のレンガだそうですよ。さあグラブに乗って連れてきてもらいました。ピンクの教会、カンディン教会。中には入れなかったです。外から見るだけでもやっぱり綺麗ですね。こちらがタンディン市場。生地の問屋屋さん市場らしいですね。ここの建物もすごいですね。でこの建物の正面、通りを挟んだこちら側には生地屋さんがいっぱいあります。ここら辺でご飯食べられる場所を探してみようかな。この正面に見える建物、丸亀製麺。それなりにお客さんが入っているローカル食堂があればなというふうに思って歩いてるんですけれども、なかなかないですね。いや本当にね、それにしてもバイクがすごいです。むちゃくちゃ通ります。しかも油断してると歩道にも苦しい。初めて来た国の初めて来た街で、夜にほとんど人が歩いていない道を歩く。結構怖いですけれども、ドキドキしながらも楽しい気分で歩いてます。ここに
バインミー屋さんらしきものがあったので、フランスもありますよね。ベトナム語が読めないぞ。 OK？ バインミー。うん。何があるんだ？Everything。OK。Everyday。Everyday。今作ってくれてます。なんかここにあるのをとりあえず全部入れてもらうことにしました。はい、結局こちらでバインミー注文しました。20万ドン。こちら。さあ、ということでいただきましょうかね。うまっ。おいしい。Bao chị lấy loại nào chị lấy? 25.000 á. Không có. さあ、では食べ歩きしながら行きます。まあ食べ歩きするほどこの環境的には良くないんですけどね。いや、ここの交差点、今まで見た中で最もカオス。もう右からも左からも、そして僕の後ろからも大量のバイクと、そして突っ込んでくるバス。なんだこれ。そしてそこを渡ろうという僕、今ね、歩行者用信号が青になったんですよ。これは行くしかない。信念を持っていく。ここが危険だな。止まってくれない。止まってくれるかな。渡れた。バインミーを食べ終わったところでドリンクが欲しくなりました。大通りから1本裏道を入ったところで、なんか良さげなカフェがあったので、ここに行ってみようかなと思います。バナナアボカドスムージーを注文してみました。ではいただきます。おまけにミニバナナもらっちゃいました。なんかちょっと黄色みがあるバナナですね。甘くてうまい。カフェからグラブで空港の方に、ホーチミンの空港の方にやってきました。これからあそこに預けている荷物をピックアップしに行きます。20時10分なんですよ。予定では21時ぐらいに帰ってこようかなと思ったのですけれども、もう夜だし、ちょっと雨でだいぶね、こう体力削られたので、空港でゆっくりすることにします。よし、乗り込みます。いや、眠いわ。というわけで、初めてのベトナム観光はこれにて終了です。タイのバンコクからホーチミンの空港に到着したのが13時くらい。そして、ホーチミンから成田に向かう飛行機が23時20分発。もろもろの手続きなどを考えると、約8時間の自由時間でした。しかし、突如の大雨や疲労もあって、結局動けたのは5時間半くらいでした。それでも、バインミーやブンチャーなどの美味しいものを食べることができ、フランス風の建築もたくさん見ることができました。グラブを使った車移動をしたので、その分時間の節約ができました。短時間の滞在ならば、グラブは必須ですね。今回はベトナム、ホーチミンシティについての知識ほぼゼロの状態でした。当日になって急いで調べたのですが、それでも十分楽しめたコースになったと思います。しかし、まだまだホーチミンの見どころはたくさんあることでしょう。また近いうちに訪問します。もし同じ時間の飛行機を利用するならば、21時30分くらいに空港に到着すればいいかな。ではでは、この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の旅でお会いしましょう。